こんにちは、一人暮らしおじさんです。今日は中之島の中央公会堂を中心に周辺を散策に来ました。中之島の中央公会堂は大阪市を代表する建築です。1913年春に着工、延べ18万4000人の職人と5年5ヶ月の歳月をかけて1918年10月13日に完成しました。赤レンガと花崗岩をあしらったネオルネサンス風、地上3階、地下1階、延べ床面積は7900平方メートル。後に千代田区丸の内の明治生命館を設計することになる岡田真一郎の設計案に東京駅の設計者である辰野金吾が最終設計に関わっています。内部には大中小3つの集会室に10の会議室、展示室。開館当時は一般公開3日間で10万人が訪れ、内部の洋食堂やバーで舌鼓を打ちました。洋食堂とバーは12人のウェイトレスが揃いの純黒メリーンスの着物に華やかな帯を締め、純白のエプロン、同じ色のかんざしという格好で給仕しました。食堂は初めのプランでは男子食堂と女子食堂に分けていたのですが、せっかく夫婦で訪れても夫婦別々で食事しなければならないと市民の反対が出て、女子食堂はバーにし、食堂は男女共有にしたというエピソードも生まれました。建築費総額は112万円。現在の金額では50億円以上に相当するといいます。2002年平成14年には国の重要文化財に指定されました。この公会堂を私財を投じて大阪市に寄贈したのが大阪北浜の株式仲買人岩本栄之助です。しかし学生式には寄贈者岩本栄之助の姿はなく、遺影のみが正面中央に飾られていました。公会堂の鍵箱は栄之助の妻照に付き添われた4歳の養女から大阪市長池上史郎に贈呈されました。養女は栄之助の忘れがたみよし子です。後に大阪市長となり、大大阪時代の父と呼ばれる関一は当時大阪市の助役でしたが、彼は日記に岩本栄之助についてこう綴っています。大阪にこの公共的人物ある一の誇りとすべきなり。栄之助を大阪の誇りと称えています。そして大阪市長の感謝状にはこのようにも記されています。公会堂を大阪城に相対する遺憾とした上で、君がその生を見るに及ばずして生きしは透析に絶えずと。岩本栄之助は1877年明治10年に大阪の両替商銭屋の次男として生まれました。やがて成長し、大阪一律大阪商業学校、後の大阪一律大で学び、また英語、フランス語、中国語の造詣も深めました。やがて始まった日露戦争では知将として名高い児玉源太郎大将の副官を務めました。栄之助は後に児玉から軍人にならないかと誘われるほど、曲がったことを嫌い、温かみのある誠実な人柄を愛されました。副官とは副指揮官ではありません。秘書のようなものです。軍人には副官が務まるタイプと務まらないタイプの2種類がいます。副官は指揮官の視点で軍内外の事象の傾聴を把握している必要があります。その上で機転が利いて細やかな目端も利き、
誠実に勤務に精励できなければなりません。つまり努力だけで務まるものではなく、本人の知性や判断力、人柄も重要です。猿之助にはそういった優れた資質があったのでしょうね。猿之助は軍を除隊後、溶接した兄に代わり銭屋を継ぎ、株式仲買人となります。また店名を銭屋から岩本仲買店に改めました。その直後、相場の世界では大波乱が起きました。日露戦争後の暴騰相場です。この時は東京兜町の仲買人が買い方に回りました。これに対し大阪北浜の仲買人たちは、こんな暴騰はいつまでも続かない、いずれ暴落すると見越して売り方に回りました。売り方とは証拠金を担保にしてまず株を高値で売り、安くなってから買い戻すことで差額の利益を得る手法です。しかし思惑通りに株価が下がらなかった場合、追加の証拠金が必要になってしまいます。追加の証拠金がお衣装です。冒頭に次ぐ冒頭でこれが払えず、大阪の仲買人の半数以上が破産しかねない状態となりました。当時のことを表して相場は強競りという言葉が残っています。後に野村財閥を築く野村徳七も当時駆け出しの仲買人でしたが、売り方に回っており、お衣装請求を逃れるため人力車に身を隠して大阪の街を一日中あてもなく回って過ごしたというエピソードが残っています。こうなったら猿之助藩に頼むしかない。当時岩本家は大阪株式取引所、今の大阪取引所の大株主でした。野村徳七たち約10名の仲買人たちは代表となって猿之助を訪ねました。もう破産の一歩手前だす。助けておくんなはれ。と涙を流し必死になって懇願します。当時手堅く買い方に回っていた猿之助に売り方に転じてもらい、株価を下落させようとしたのです。買い方として得た利益を吐き出してくれというこの無茶苦茶な懇願を猿之助は長い沈黙の後横濁します。よろしい。父親の代から世話になっている皆さんへの恩返しと思って協力しましょう。結果は分かりませんが、売って売りまくりましょう。猿之助は翌日から大量の売りを仕掛けました。持ち株を売り尽くした後は借りてきてまで売り続けました。この徹底した売りを続けた頃、ようやく東京大阪の市場でも売りに回る株主が増え、ついに相場は大暴落となります。これにより北浜の仲買人たちは息を吹き返し、軒並み巨万の富を得ることになりました。大阪の仲買人たちは猿之助藩に足を向けて寝られないと感謝したと言われます。これにより猿之助は義兄の相場師と東西の市場で称えられ、株の世界の花形となりました。当時猿之助は31歳の若さでした。猿之助は証券取引所で働く少年たちに学校に行くように勧めるとともに、私財を投じて塾を作るなどしています。1909年明治42年、猿之助は財界が結成した渡米実業団の一員に大阪代表として選ばれました。団長は渋沢栄一、総勢約50人、シアトルからアメリカ大陸を横断してニューヨークに入りました。米国各地を視察した猿之助が特に感銘を受けたのがカーネギーホールなどアメリカの富豪が公共事業や慈善事業に私財を投じる文化でした。猿之助は大いに感動し、自らも何らかの社会貢献を考えるようになります。アメリカ視察中に父の訃報に接した猿之助は帰国後、父の供養を兼ねて私財100万円を大阪市に寄付すると発表しました。時に32歳でした。
当時の100万円は50億円以上に相当します。世間は仰天しました。大阪朝日新聞は近頃会心の美巨と三段抜きで大きく報じています。全国から称賛が集まる中、それでも栄之助は以前以上の謙虚さを忘れませんでした。そしてこの寄付金の使い道が検討された結果、公会堂の建設が決定されます。1913年大正2年3月、中央公会堂の地鎮祭が行われ、同年6月に着工しました。栄之助は工事の進行を何より楽しみにしました。また長女のよし子も生まれ、栄之助にとっては最も幸せな時期でした。着工から2年後の秋に行われた提訴式には、渋沢栄一ら名だたる実業家が列席しました。渋沢は提訴の2次を記号しています。工事は第一次世界大戦の影響を受けての職人賃金の倍増や鉄鋼材料の供給不足に悩まされつつも、ほぼ順調に進められました。この時期、株式市場は第一次世界大戦の影響で恐慌相場となり、岩本商店は傾き始めていました。また栄之助は慈善家の代表に祭り上げられ、やたらと寄付を求められました。理想家で善良すぎた性格も付け入れられることになりました。第一次世界大戦の異常景気で大衆の買いが殺到していました。こんな相場が続くわけがない。やがて講和が結ばれ、株価は必ず暴落する。そう判断した栄之助は売りに回りました。結果として栄之助の大局観は正しいものでした。ただし時期が少しだけ早すぎたのです。相場は動かず、栄之助は苦境に陥ることになります。爆発的な大戦景気と買いの殺到に、栄之助は全ての持ち株を放出して売りで対抗しますが、莫大な損失を出してしまいます。周囲の人々は大阪市に寄付した100万円を少しでも返してもらうよう勧めますが、栄之助は一度寄付したものを返せというのは大阪商人の恥として拒否しました。その後の株式市場は栄之助の予想通りに暴落しました。栄之助の相場観は正しかったのです。しかし暴落が遅すぎたため、栄之助は莫大な損失を被りました。1916年大正5年10月、秋晴れが広がった日曜日、栄之助は岩本商店の関係者を京都宇治に松茸狩りに行かせ、自分は残りました。書類を整理し、庭で焼却し、散髪してから人力車で親類宅を回り雑談した後、三越呉服店で写真を撮ったり、公会堂の工事現場を訪れたりして過ごしました。やがて栄之助は北浜の自宅に戻ると、妻照と差し向かいで夕食をとりました。やがて自室に入り、陸軍時代の拳銃で喉を打ち自殺を図りました。栄之助は生死をさまよい続けました。栄之助の凶法が伝わるや、野村徳一たち大阪の株式仲買人は、岩本藩を死なしたらいかんと天馬天神に連日連夜平癒祈願をしました。しかし5日目、栄之助は39歳で世を去りました。株式仲買人たちは全員が号泣しました。遺書と時世が発見されました。遺書にはこうありました。全財産は債権者に提供し、祭祀のために一文たりとも使ってはならない。債権者への迷惑は最小限にとどめ、踏み倒し、調賛などすべからず。また時世の句は、その秋をまたで散りゆくもみじかな。栄之助は義教の相場師と呼ばれますが、義教という言葉は彼にふさわしくないように思います。義教とは正義を重んじて強い者をくじき、弱い者を助けること。
彼は確かに仲間の仲買人の懇願を受けて味方しましたが、彼の自殺までの振る舞いや衣装を見ると、卑怯というより公人としての道徳的な振る舞いを何より重視したように思うのです。商売が私欲にとどまらず社会に貢献できることに感激し、喜んで多額の寄付をした。そして破滅を目前にしてさえ寄付金を少し返してもらったらという周囲の勧めに対し、彼はその勧めを退け、道徳心と節義に準じることを選ぶのです。彼はその死の瞬間まで冷静に身の回りを片付け、周囲にさりげなく別れを告げ、債権者に迷惑をかけないこと、家族よりも公の小道徳を優先することを遺言します。彼のことはあまり知らなければ、株で儲けたので気前よく寄付したが、その後は大損して自殺した男、そんな風に少し軽薄な印象を持ってしまいます。しかし彼の行動を見ると、自らの命や家族愛といった私の心を克服して、真偽や節義、小道徳といった公の道徳の具現のために命を張った人間だったと、確かに一人の偉大な人物だったと僕には思えるのです。悲劇の後、大阪市は何か猿之助に報いる方法はないかと検討します。これに対し岩本家は、大阪市の行為に感謝するとしつつも、公会堂は全く猿之助個人の手を離れているとして、特別な恩典を受けることはできないと答えました。それぞれが思いやりと節義を示した形です。だがしかし35年後、昭和28年、大阪市会は全会一致で猿之助の未亡人に終身年金の贈呈を決めました。それは猿之助への感謝だけでなく、大阪市の一尖閣者の尊い気持ちを長く伝えたいためとしています。大阪市民は猿之助への感謝と称賛を忘れてはいなかったのでした。現在、大阪市中央公会堂地下1階の展示室には猿之助の銅像と遺品が展示され、猿之助の人となりを紹介しています。かつて大阪商人の鏡と呼ばれた男の存在を長く伝えているのです。夕食は堺筋本町の杉町に来ました。すっかりお気に入りです。大阪の鳥貝、白ずいき、その上に梅肉のソース、緑はオクラの叩いたもの、紫はシソの花。鳥貝の甘みと梅肉の酸味が絶妙です。ここに来ると本当に美味しいものが食べられて嬉しいです。和歌山県のハモと秋田県の純菜、下には卵豆腐をくず粉で覆ったものが入っています。ハモの上には削った柚子です。お出汁と柚子の香りでうっとりしてしまいます。これは美味しいです。本当にいいお出汁です。好物のハモを食べてご満悦です。やっぱり関西の夏はハモがないといけません。エビスビールが進みます。お造り、タチウオの炙り、アオリイカ、愛媛県の天然の鯛、すだちを添えて、岐阜県郡上八幡の天然鮎、大阪八尾の枝豆のかき揚げ、新レンコン。おすすめに従い頭からいきます。鮎独特のほろ苦い美味しさです。冷たい冬瓜のすり流し、オレンジは北海道の塩水ウニ、つぶつぶは海ぶどう、中に三輪そうめんの白龍が隠れています。炭火で焼いたうなぎの上に新ごぼうとみょうが、芽ネギを混ぜたもの、黒酢のタレがかかっています。うなぎにお野菜を乗せて食べると絶品です。
佐賀牛と賀茂ナスとフルーツトマトのあんかけ。上に乗ってるのは山椒の実。お肉のうまみにトマトの甘みと酸味、山椒のアクセントが効いて表現できない美味しさです。トウモロコシとホタテの炊き込みご飯です。ほかほかとすごい湯気です。熱々です。奈良県の酒、三室杉。穏やかな香りとフレッシュでお米のうまみが広がる綺麗なタイプです。三室杉とは三輪山の杉の意味でしょうか。三輪山は大三輪神社のご神体。全国の酒蔵の杉玉は大三輪神社より配られると聞いております。軽やかにスルスルと喉を流れていきます。これは飲みすぎてしまいそうです。いや、本当にいいお酒だな。デザートはフルーツのゼリーかけ、上にココナッツミルクのアイスクリーム、黒い種みたいなのはパッションフルーツ。フルーツはスイカとメロンと宮崎マンゴーとさくらんぼとグレープフルーツです。今日もたくさん美味しいものをいただきました。今日も楽しい散策でした。ご覧いただきありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録お願いします。